はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノッピーです。今回はこちら家系洗車さんからいただいたウィルソンアワーワックスという商品を使っていこうかなと思います。でウィルソンと言ったら泡仕立てシャンプーですね。匂いが良くて、あと泡立ちもいい泡仕立てシャンプーのワックスタイプって言ったら変だな。ワックスインシャンプーですね。で僕もすごい気になっていたんですが、どこにも売ってなくて、そしたら家系洗車さんがお譲りしますよと。でぜひ使ってみてくださいと。でも家系洗車さんの方では動画アップされています。ぜひそちらも見ていただきたいんですが、今回はこの商品ね、やっとこさ手に入れたので、どんな感じか使っていきたいなと思います。で僕はまだ家系洗車さんの動画全体を見ておりません。やっぱ一回見ちゃうとなんか先入観みたいなの生まれちゃうかなと思って、もうずっとぐっと我慢しているんですよ。なんかこの動画をね撮り終わったら、家系洗車さんはどんな感じの評価をしてるんだろうなと、見てみたいなとは思います。一旦ね先入観を入れたくないので、僕個人的にまずね使ってみてどんな感じかレビューしていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。見た目はこんな感じですね。はい。でこれ1本で12回分となっております。で使い方は側面に書いてあってそんな難しくないです。バケツにキャップ2杯 60ml ですね。で水圧弱で最初は 500ml 0.5 リットルですね、水を入れて、その後バケツを斜めにして水圧を強、ジェットとかにして1リッター水を入れていくと。原液が 60ml に対して水 1.5 リットルですね。泡仕立てシャンプーはどれぐらいだ 30ml に対して8リッターだっけな。手元にないや。いや10リッターかな。それぐらい使えた気がするんだけど、ちょっと後で調べます。そしたら実際に使っていきますか。はい、バケツを用意しました。こういったねワックスシャンプー的なものは過去にいろいろ使ってきましたが、特徴としては泡立ちが良くないですね。泡立ちとそのワックスを両立することはやっぱ難しいんだろうなと。過去に使ってきたもの、泡立ちが良かったもの一つもありません。そんな感じでキャップ2杯入れていきます。匂いはね泡仕立てシャンプーに似てるわ。で色がガリガリ君みたいな色で、キャップ2杯ね。で最初は弱、シャワーでいきますか。はい、500ml 入りました。で傾けて1リッター入れていくと。はい、こんな感じです。泡立ちいいかな。どうなんだろう。いやそんなことなさそうですね。シュワシュワ言って泡がねすぐ消えていきます。泡持ちはね良くなさそう。いいや、一回洗ってみます。でこれスポンジも付属されているみたいで、家系洗車さんスポンジも一緒に送ってくれました。でどんなスポンジかっていうと、凹凸のある安いスポンジです。黄色い安いスポンジで、使い方的にはシャンプー液を含ませた付属の専用ディップルスポンジにたっぷり泡をのせ、凹凸面でボディをこするように軽く力を入れて洗車してくださいと。パーツごとに洗車するとムラなく仕上がります。バケツ内の泡がなくなった時はスポンジで揉みながら泡立ててください。洗車後は泡がなくなるまで水でよく洗い流し、水滴はタオルなどで拭き取ってくださいと。継続的に使用すると撥水効果が高まりますと。なるほどね。はい、そしたらこの辺から洗ってみようかな。もうちょっと撥水してるね。これじゃ分かりにくいかな。やっぱ泡はねあんまないわ。撥水系だね。やっぱ分かる。このなんて言うんだろう、こう伸ばした時にこの線になるの分かります？これね結構
撥水系のシャンプーはこういう特徴ありますね。なんか悪くなさそうだね。もともとちょっと撥水してたから分かりにくいね。場所を変えましょうか。はい、そしたら反対側のフェンダー部分ですが、この辺あまり撥水しておりません。ここはちょっと弾いてるね。わかります？こんな感じです。で、ここにウィルソンの泡シャンプー使っていきます。軽くこうするように。撥水してる感じありますね、この時点で。で、水をかけます。あー、そんな強くないんだな。弾いてるけど、さっきまではもっと水の引きが遅かったんですが、疎水系ですね。水がこう引いていく感じね。最初に比べたら水はじきは増してるけど、もうたかが知れてるレベルだね。そんな超撥水とかそういったものじゃないですね。なんかボンネットを半分とか施工してみますか。はい、そしたら水はじきの方を見ていこうと思います。BRZ じゃちょっと分かりづらかったので黒い車用意しました。こんな感じですね。現状ちょっと磨きました。で、コーティング剤とかは落としてあります。で、徐々に水が引いていくような感じですね。で、一回マスキングテープを貼って半分だけ施工して水はじきがどう変わるのかを見ていこうと思います。はい、そしたら養生テープ、シートか左側にかからないようにしたので、これで施工していきます。こんな感じで砂ぼこりがあると仮定してボンネットに水をかける。このワックスシャンプーをやっぱ泡立ちあんま良くないですね。普通のねカーシャンプーと洗ってる感じとは違うんですよ。なんかわかる？撥水するからか泡がねすぐなくなる感じがあります。はい、そしたら洗い流します。違うね。撥水してるけどもって感じかな。ちょっと養生シートを剥がしますか。この状態で水をかけていきます。若干って感じだね。シャワーでかけますね。こっちはミセコお膜張ります。で、右側はこの辺ちょっと効いてる感じあるな。ちょっと全体に膜を張らせてみますね。で、こっから止めた時に右の方がこの辺ねちょっと水はけがいい感じになっていますが、それでもミセコと比べてちょっと良くなってる程度けど、微妙ですな。やっぱ BRZ の時は
まあもともとボディが撥水してたかちょっと分かりにくかったんですが、こう比較するとちょっと微妙ですね。なぬともう少し洗ってみよう。この時こう撥水してる感じはあるんですよ。これね、ワックスインコーティングじゃない、ワックスインシャンプーとかを使うとこういう風になるんですよね、実際に。ちょっと軽くこすりながらっていうことだったので、何回かこすりながらやっていきます。で、洗い流す。この時はね、なんかいいんですよね。ほら、さっきより良くなったか。繰り返し使うと撥水力が良くなりますって書いてあったので、それなのかな。さっきよりかは良くなったね。ちょっと中央付近こう右側と左側だとちょっと違いますよね。けどすごい撥水力があるっていう感じではないかな。もうちょっと洗ってみます。最初に比べたらいいですね。けどやっぱちょっと施工しきれてない部分、この辺とか甘いんですよね。ちょっとムラがある感じがします。一回拭いてもう一回水かけてみようか。ささっと拭いて、見た目にはそんな差はないかな。なんかね、ムラがあるね。何これ。違うか、乾ききってないだけか。ちょっともう一回水かけてみます。はいはい。撥水してるね。ニセコと比べたら違いありますね。けど僕も過去にいろんな撥水剤施工してきましたが、水はじきがめちゃめちゃいいっていう感じではないですね。けど弾いてる弾いてないの話でいくと弾いてますね。弾いてます。今日はワックスインシャンプーだからこんなもんなのかなっていう感じはしますね。なるほどね。違う、もちょっと洗ってみよう。たっぷりかけてしっかりこするかり払っていく感じなのかな。弾いてるね。はいはいはい。だけどちょっと甘いね、部分。遠目から水かけるとこんな感じですね。
水滴の大きさがところどころ大きいのですごい弾いてるってわけではないですが、まあ弾いてはいるって感じ。疎水っぽい感じなのかな。それでもやっぱ右と左で違うね。真ん中この辺なんですが、左側1回ですね。この辺弾いてますが、右と比べるとやっぱ複数回2、3回成功してある右側の方が弾いてますね。やっぱり繰り返し使っていった方が水弾きは良くなりそうな感じですね。けどものすごく撥水してるかって言われるとそうではないかな。で、疎水までいけらずって感じ。しっかりまとまって水がはけていく感じもないっていうか、こう分裂がちょっと早い、ちょっと中途半端な感じするかなとは思います。以上です。で、シャンプーの方なんですが、やっぱりちょっと泡持ちはあんま良くない感じですね。けどどうだろう、モノタロウの撥水シャンプーよりかは泡持ちいい気がします。けどなんかシャンプーとしてコスパ的なところも考えてカーシャンプーっていうよりかはコーティング、ちょっと量の多いコーティングをボディに洗車しながら塗っていくようなイメージかな。だからやっぱこういうワックスインシャンプー的なやつはちょっとまだまだ中途半端な感じがするかなと僕は思いました。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちらウィルソンのアワーワックスというワックスインシャンプーですね。こちら家系洗車さんからいただいたものになります。前々から気になっていてなかなか手に入れることができなくて、家系洗車さんがね持っててあげますよということでいただきました。で、実際に使ってみた感想でいくと、やっぱねワックスインシャンプーは悪い言い方をすれば中途半端かなといった感じですね。で、僕ももう 4,5 年前になるのかな、モノタロウの撥水シャンプーを使った時もやっぱ泡立ちとその水弾きの両立があんまうまくいっていないと、そんな印象がまだ変わらずといった感じですね。分かりやすくその立ち位置的なところをお話しすると、モノタロウの撥水シャンプーはどちらかというと撥水寄りでした。この商品より撥水寄りで、泡が、もっと消えるっていうのかな、泡感がないっていうか、泡を作ってもすぐ消えてってちょっと水っぽい感じ。スパシャンなんかもねそうでしたね。で、僕が使ったことあるスパシャンは2017だ。2017ぐらいの時は似たような感じでした。このアワーワックスは撥水力はちょっと劣るんだけども、泡がねモノタロウの撥水シャンプーよりかは残っていたかなといった感じですね。だから両立が本当難しい。撥水寄りにしていけば泡はどんどんなくなっていくし、泡を重視しようとするとその水弾きがどんどん弱くなっていく、そんな感じのイメージですね。で、やっぱ1回よりかは2回3回成功していった方が水弾きいいけども、すごいバチバチの撥水をイメージしてる人からしたら、正直物足りないかなといった感じですね。1回じゃねそんな水弾きは得られないので、っていう感じは正直しました。なのでその水弾きバチバチの撥水を得たいっていう方はコーティング剤ですね。洗った後に何かコーティングを成功する方が満足度は高いかなといった感じです。まだまだねちょっと中途半端な感じを受けました。はい、以上です。とりあえず今回はこんな感じで以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。